どうも、ワンピースの謎トーク仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び、ルフィの夢の果てです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話まで、まだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ルフィの夢の果てについては、2度本格的に考えました。それは、食べ放題のバイキングの国を作る。そのように結論を出しましたが、この結論ではロマンがない。夢がない。夢の考察なのに夢がありませんでした。そこで今回もう一度考え直させてください。まず、ルフィの夢の果ての必須条件を並べてみましょう。条件1、それはおそらくロジャーと同じ夢である。条件2、海賊王になるとその夢を実現できる。条件3、ルフィが7歳の時に叫んだ夢である。条件4、白ひげは子供っぽい夢だと笑った。この4つは確定している必須条件です。ここからさらに個人的に考える条件を足していきましょう。条件5、ルフィは海賊でありヒーローにはなりたくない。条件6、宴はいつでもやってますから宴ではない。条件7、ルフィのテンションが上がることである。条件8、その夢はルフィ一人の夢ではない。おそらく孤独な夢ではなく仲間と叶える夢でしょう。条件9、ルフィが船長であることに意味がある。これは1060話のジンベエのセリフ。この船に乗ってしまったからにゃ他人事じゃないの。大変な船長についてしもうた。このセリフから船長はおそらく重要です。条件10、ルフィとロジャーの共通点は卵。ルフィが夢の果てを叫んだ時着ていた T シャツには卵がうまく孵化できない飛べない鳥が描かれていました。それが卵事件です。一方、ロジャーの船には孵化しなかった卵がありました。条件11、ルフィの夢の果てはサボの夢ともつながりそう。ルフィが夢の果てを叫ぶ前、サボは自分の夢を叫んでいました。自由になろう。広い世界を見て、俺はそれを伝える本を書きたい。このセリフに対抗して、ルフィは夢の果てを叫んでいます。そうか、よし、俺はなぁ、と。つまり、サボの夢と少し似ている夢なのでしょう。そんなサボは自分が置かれた状況を鳥かごだと表現していました。条件12、ルフィのキャラ設定はサンジと表裏一体である。これまでも数々の動画で考えてきたように、ルフィとサンジは完全なる表裏一体です。故にルフィの夢の果てもサンジとつながりそう。サンジの夢は4つの海がつながるオールブルー。このオールブルーをサンジが話した時、先輩コックは頭を指さしてバカにしていました。このオールブルーの話はなぜかルフィを表す56話です。ゴム。一方、ルフィが夢の果てを語った時、サンジも同じように頭を指さしてバカにしていました。つまり、ルフィの夢の果てはオールブルーと関係がありそうです。以上、これら12個の条件を満たす夢がルフィの夢の果てでしょう。それでは、これら全ての条件を満たすルフィの夢の果てとは何か？ルフィの夢の果て、それは空を自由に飛びたいな。鳥のように自由に空を飛べる船で冒険するんだ。これがルフィの夢の果てだと考えます。それはまるで昔のドラえもんの歌の歌詞。小田先生は悪魔の実についてドラえもんの秘密道具から着想を得ていると公言しています。ならば、ルフィの夢の果てもドラえもん。空を自由に飛びたいな。ルフィは空を飛ぶ鳥みたいな船が欲しいのか。でもそれってモルガンズの船があるじゃん。そう、モルガンズ。モルガンズは世界で最も自由な男、アホウドリ。モルガンズの異名は新聞王、ビッグニュース。モルガンズは金もある、富。モルガンズは知名度もある、名声。モルガンズは影響力もある、力。そして何よりモルガンズは自由。モルガンズはこの世の全てを持っている男。そんな海賊王と同等のアホウドリのモルガンズが空飛ぶ鳥の船を持っている。鳥。7歳のあの日叫んだルフィの夢の果て。それはまだ卵なのに孵
化を急いでしまった卵事件、そして最後までその夢が孵化しなかったロジャーの卵。そんなロジャーが夢の果てを叫んだ時、バサバサと鳥が飛び立っている。さらに幼い頃、サボは鳥かごに囚われていた飛べない鳥。飛べない鳥といえば2羽、その男麦わらのルフィ。空を飛べないダチョウの群れの中にルフィです。そんなルフィは空島へ行く際にフライングモデルのメリーゴーを見てテンションマックス。そして夢の果てを叫んだ1060話でルフィは空を見ている。サニー号も空を見ている。さらに1060話にはルリシア王国を滅ぼした空飛ぶ古代兵器も登場している。そう、海賊王になれば莫大なお宝が手に入る。そのお宝で空飛ぶサニー号を作れます。またルフィはギアフィフスに目覚めた時飛んだ。少年ジャンプ。そこから遡って25年前、初めてのインタビューで小田先生は、作品の中にルールみたいなものってあるんですか？そのように聞かれると、空飛ばない。空飛んじゃうと船必要なくなっちゃうし、何でもできちゃうんで、そのように答えていましたが、逆に言えば、空を飛んだ時、物語の終わりが近いとも言える。やりたかったこと、全部できる。ルフィは2課になったことで、空を浮くようになった。しかしもちろん、ルフィ一人だけが空を浮いたり飛んだとしてもつまらないでしょう。船長として仲間と空を自由に飛びたいはずです。それが夢の果て、空飛ぶ船を作る。それならいっそ宇宙へ行くんじゃないの？なんて考え方もあるかもしれませんが、宇宙、月へ行ったところでエネルがいるだけで肉もありませんし何もありません。ただしエネルとは強立体になっていると考えます。エネルは空飛ぶ船、箱舟マキシムで飛んだ。故にルフィも空を飛びたいはず。翼を装備したサニー号が大空を舞う。それは大空翼。小田先生の夢、ルフィの夢の果て、大空。それはもう一つのオールブルー。果てしない海、オールブルー。そして果てしない空、オールブルー。空に境目などない自由とつなぎ晴れ渡る空、晴天のオールブルー。そしてルフィとはルフ、風を受ける選手という意味ですから、ルフィとは風です。風になりたい。大きな帆を立ててあなたの手を引いて、荒れ狂う波に揉まれ今すぐ風になりたいと。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。